皆さんこんにちは、わたたびです。今回は地元大阪にある旅館に宿泊します。有形文化財の本格的な温泉旅館です。場所は大阪南部にある河内長野市。旧高野街道沿いの山あいにある奄美温泉を目指します。河内長野市の絶景を巡りながら向かいます。あともうちょっとで到着します。2.4 キロ、4分で到着します。これ左に曲がると、駅に出ます。河内長野駅ですね。はい。ちょっとね、駐車場がないんで、こちらの有料駐車場に停めます。よいしょ。到着しました。こちらはですね、河内長野駅なんですけど、今立っているこの道路はですね、高野街道です。高野街道は大阪南部から和歌山県の高野山へ向かう複数の参詣道の総称です。その中でもこの河内長野を通るルートは特に重要な道として知られています。この街道は中世から近世にかけて多くの人々が信仰のために利用しました。弘法大師空海が開いた高野山へお参りするための道であり、同時に商人や旅人も行き交う生活道路としての役割もありました。特に河内長野は大阪の平野部から山間部へ入る入り口にあたるため、宿場町として栄え、多くの人々が行き交う拠点となっていました。現在もですね、この街道沿いには寺院や石碑、古い町並みが残ってて、当時の雰囲気を感じることができます。それではね、散策してみたいと思います。この時間はですね、通勤通学でかなり人通りが多いです。右側の道がですね、高野街道です。こんな感じで高野街道と書かれてます。酒蔵ダイニングっていうのがあるみたいです。天の酒というお酒、地酒がね、いただけるそうです。
歩いてすぐですね、こんな感じで古い街並みが今に残っています。すぐね目の前はですね、こちらリハビリ病院なんですけど、こちら、大きな酒蔵があります。こんな感じで本当にねレトロな街並みが今に残ってます。いや、この樽もむちゃくちゃ大きいですね。で、一応ねお酒も販売してるみたいですね。大阪の地酒を一堂に飲み比べできるイベント。いや、すごく風情のある街並みです。こちらの建物はですね、有形文化財ですね。今はお料理屋さんなんですかね。大阪産料理と書いてあります。この街並みの方はですね、200メーターもないような感じがします。で、こういうふうにところどころね、おしゃれなお店というか飲食店ですね。で、こういう洋食がね食べれるそうです。このままね高野街道を進んでいくと、隣にある三日市町で、和歌山の橋本市なんかが特にですね古い街並みが今も残っています。今回は行かないんで、もうここで引き返したいと思います。見どころっていうのはね少ないんですけど、食事する場所があって、お酒が好きな方はですねこちらの地酒、天の酒もね買うことができるそうなので、散策するにはいい場所なのかなと思います。今この通りはねそんなに人はいないんですけど、特に古い街並みが残っている場所は人通り、車通りが結構多かったです。はい、それではね次の目的地に向かいます。河内長野はですね、まあ街なんですけど、もちろんね自然もたくさんあります。河内長野の自然を見に行きたいと思います。のどかな街並みに変わりました。仕事のね転勤で河内長野に住んでたことがあります。結構ね長いこと住んでました。なんですけど、あまりね家から出ることがなかったんで、今どこ走ってるのかよく分かりません。ここからね山の中に入っていきます。で、こちら右手がですね関西では有名な関西サイクルスポーツセンターです。もうあっという間にですねだいぶ山の中に来ました。目の前に見えてるのが滝畑ダムですね。展望台があったんで見てみます。よし。こちら滝畑ダムなんですけど、結構ね水の水位が下がってました。綺麗ですね。大阪に住んでても滝畑ダムを見に来ることがないんで、すごく新鮮で、そして綺麗です。ここでちょっとゆっくりするのいいですね。こんな感じのダムで、大阪とはね思えないぐらい自然に囲まれています。こちらはですね大阪でも有名な心霊スポットでもあります。なんか向こうに滝畑第三トンネルとかねあって、そこでね幽霊が出るってねよく騒がれている場所です。自分はね幽霊とかそういうの全く信じないんで、一人でそういうとこ行ってもね全然何とも思わないタイプの人間です。こんな感じでですね、南大阪もですね山の中に入ればねどこも一緒で、こういう自然がね広がっています。それではね滝の方に向かいたいと思います。これ反対側に行けばね滝畑キャンプ場があって、大きな滝が2つあります。で、滝はですねあと2分で到着します。あと 1.2 キロです。こっからね一気に狭くなりました。これ行ける？狭っ。もうちょい広い道かなと思ってたんですけど、思ってたより狭かったです。もう500メートルでね、目的地付近です。もうこの辺りですね。
車1台分止めるスペースがあるって書いてたんで、どこでしょうか。はい、到着しました。滝の入り口はですね、ここですね。これが入り口ですね。はい、こんな感じで道になってて、もううっすらと滝は見えてます。こちらに権現滝って書いてます。ものすごく分かりにくいんですけど、目印としてはこのカーブミラーですね。カーブミラーのすぐこちら、このガードレールの向こうがね入り口になります。それではね、早速見に行きたいと思います。こんな感じでかなりね急勾配になってます。親切にどなたかが看板をね作ってくれています。急斜面ではあるんですけど、ロープを張ってくれています。別にね寒くはないんですけどね、白い息が出ます。で、昨日雨降ったんで足元がぬかるんでます。こんな感じの道が続いてます。ガードレールから50メートルぐらい下るんですかね。人も来ないんで雲の巣もすごいです。でもう滝はね見えてます。滑りやすくて危ない場所ですね。ただ本当50メートル下るだけなんで簡単にはたどり着きます。これ最後までロープがあるんでありがたいです。川のそばまで降りてきました。雨の後なのかわからないですけど、まあまあ水量があってすごいです。で、滝はねこちらです。いやーすごいな。河内長野にこんな滝があったんですね。全然知りませんでした。周りはですねこんな大自然に囲まれてるんで、この滝もねすごく神秘的です。人知れず大自然の中で流れ続けている感じがたまりません。滝の目の前まで行けますね。よっ。見てください。水がねすごく綺麗です。こんな感じの滝ですね。滝の横にはですね、こちら祠があります。この滝のすぐ横にですね祠があるんですけど、不動明王が祀られてるんですかね。お花もですねそこまで枯れてないんで、定期的にね交換しに来られてる方がいるんだと思います。車をね1台しか止める場所はないんですけど、本当にねおすすめの場所です。いや、こんな場所があったんですね。
それでは、戻りたいと思います。でも帰りはですね、このロープを持たないとですね、帰れないですね。はい、戻ってきました。よし。帰り結構しんどいです。それでは今日泊まる宿の方に向かいたいと思います。あと10分で到着します。こちらを左です。よいしょ。はい。一旦ね、車駐車してきます。よいしょ。はい、こちらです。うわ、なんかプールがある。はい、到着です。到着しました。こちらは南海奄美駅ですね。無人駅となってます。はい、すごくね、のどかな場所です。こちら奄美温泉は古くから自然に湧き出ていたと伝えられています。この地域は山に囲まれた静かな場所で、昔から修験道の行者や旅人が体を癒す場所として利用されてきました。奄美という地名には、天から見守られている場所や景色が美しく天を望むことができる場所といった意味が込められているとも言われています。その自然豊かな環境とともに温泉が発見され、次第に人々に知られるようになりました。現在では静かな山あいの温泉地として多くの人がリラックスを求めて訪れる場所となっています。こちらがね、駅のホームですね。この先はトンネルになっていて、このすぐ反対側もトンネルです。なので山あいにあることがよくわかります。線路の向こう側は数軒家が建っています。向こう側に道路があるんですけど、あそこがね、高野街道ですね。朝河内長野駅周辺を散策したあの高野街道がここまで続いています。周りの景色もこんな感じですごくね、のどかな場所です。結構ね、観光地がたくさんありますね。高野街道に、関する、そういうお寺とかね、神社、がたくさんあります。で、今日宿泊する、宿がですね、こちら南天園になります。この駅からね、徒歩 1,2 分の場所にあります。はい、こんな感じの街並みで、レトロというか時が止まったような静かな場所です。こちらが南天園の駐車場で、南天園は、こちらの先にあります。こちらが南天園ですね。駅の目の前にあるんで、アクセスはかなりいいです。それではね、チェックインしたいと思います。うわ、すごで、こちらが入り口なんですけど、入り口の前にはこういう赤い橋があってね、すごく風情があります。で、こちら左側ですね、こちら喫煙所ですね。喫煙所と祠があります。こちらが喫煙所で、こちら神社ですかね。こちら旅館の入り口なんですけど、この横にですね、脇道がありました。こちら中庭ですね。で、こちらのお部屋は食事会場ですね。駅が近いんで電車の音がすごく聞こえてきます。
すごく風情があります。で、こちらに泊まった人はこの中庭を見ながらゆっくり過ごすことができます。大阪にいるとは思えないような空間です。南天園本館の建物は1913年に大阪堺の大浜公園に建てられた温泉施設の一部で、個室のお風呂や休憩室がある家族湯として使われていました。その後、1934年の台風で壊れてしまい、翌年に今の場所へ移され、料亭の旅館として使われました。その後の調査で、この建物は有名な建築家、辰野金吾の事務所による設計だと分かりました。現在は和風をベースに洋風デザインも取り入れた貴重な建物として2003年に国の登録文化財に指定されています。こちらが玄関なんですけど、入って正面がですね、フロントになります。で、フロントの左側が売店です。奄美のお酒なんかがね、販売してます。で、こちらが談話室ですね。はい。こんな感じの談話室です。はい。で、この談話室の前にもですね、部屋があります。こちらにはいろりがあります。すごい数の骨董品がね、飾ってあるんですけど、割ってしまいそうで怖いんで持てます。こちらは洗面台ですね。こんな感じの洗面台で、男湯、そして奥がね、女湯になります。特別に撮影の許可いただいたんで、見てみたいと思います。こちらがね、大浴場の脱衣所ですね。はい。で、こちらに洗面台があります。こちらが浴室です。浴槽はこんな感じですね。こちらに湯船があって、洗い場が4つあります。で、こちらにもね、シャワーがあります。はい、こんな感じの浴槽です。すごく眩しいです。こちらがフロントなんですけど、今回泊まる部屋はこちらですね。今回泊まる客室は離れになります。はい。ゆっくりね、過ごしたかったんで、離れの特別室を予約しました。離れはこちらですね。この先になります。よいしょ。他のお客さんが入らないように分かりやすくしてくれています。今回宿泊するお部屋がこちらの離れです。この旅館で離れはもうこの一部屋しかありません。一棟貸しの離れです。で、こちらは露天風呂もついています。いや、本当にどんな部屋なんか楽しみです。それではね、早速部屋の中を見てみたいと思います。いや、すごいです。もうどこから説明したらいいのかわかんないんですけど、とりあえず、玄関入ってすぐこちらのお部屋に、いろりがあります。いろりがあって、で、こちらにも、通路があります。このお部屋専用の中庭があります。こちらにも扉があるんですけど、こちら露天風呂になります。なので、後でね、ご紹介します。まずはね、部屋の方から紹介します。かなり広いです。もう何畳あるのかわからないんですけど、10畳ぐらいの広さがあります。天井はこんな感じですね。はい。ちなみにこちらの建物はですね、有形文化財ではありません。
火がついてますね。これはガスか電気だと思います。はい。まあでもね、すごく雰囲気があっていいです。で、こちらが披露宴ですね。この川の前でゆっくりね、過ごすことができます。この空間は何て言うんですかね。そこからここまで8畳あって、で、まだここに3畳ぐらいのスペースがあります。回すタイプの鍵です。よいしょ。いや、完全プライベート空間です。わあ、すごい。なんかもう朽ち果てた橋がかかっています。この川の水もね、すごく透明度が高いです。で、すぐそこにはですね、ちょっと道路が見えてて、若干残念ではあるんですけど、はい、こんな感じのですね、場所で、広い、とにかく広い。はい。これは何でしょうか。あ、こちらもお風呂ですね。はい。あ、こっちにも行けるみたいです。よいしょ。おー。わ、すごい。まあちょっとね、景色はそんなにいいってわけじゃないんですけど、こっち側はですね、川が流れてて、で、すぐそこはもう竹林ですね。いや、とにかくね、めっちゃ広いです。で、またさっきのね、部屋に戻ります。はい。こちらですね。で、こちらのお部屋ですね。はい。向こうにテーブルがあるんで、こちらが寝室なんだと思います。多分時間になったら布団を敷きに来てくれるんですかね。で、こちらにはですね、冷蔵庫だと思います。はい。あ、そうですね。さっき案内してもらったんですけど、こちらが冷蔵庫で、冷蔵庫の中には水とか炭酸飲料って書いてます。すごく美味しそうですね。梅の炭酸なんだと思います。はい。あと、ウーロン茶に、で、こちら、キリンのラガービールがあるんですけど、こちらすべてね、無料でいただけます。で、こっちの部屋ですね。8畳の広さがあります。とにかくね、めちゃくちゃ広いです。はい。で、こちら、この障子を上げるとですね、テレビがあります。こうやって隠してくれてるのいいですよね。で、こちらテレビの横がですね、クローゼットで、はい。こちらには床具、浴衣、そして旅がね、置いてます。さっきの通路に戻るんですけど、ここが玄関ですね。玄関入って、いろりの部屋。こちら2つ、10畳のお部屋があって、で、こちらですね。こちらが、内湯とトイレですね。はい。まずこちらが、はい、手洗い場ですね。手洗い場の横におしぼりが大量にあります。で、この右側が、トイレ。はい。左側が、はい、トイレですね。これはもう特別室あるあるですね。こんな感じでトイレが2つついています。トイレの横にもまだ扉があります。こちらがお風呂ですね。よいしょ。はい。こちらにフェイスタオルが2枚。で、こちらにもですね、フェイスタオルが4枚。で、バスタオルが4枚。これはボディタオルですね。ボディタオル。そしてあとはね、こちら、こういう化粧品っていうんですかね、が、置いてあります。こちらがアメニティですね。歯ブラシとかヘアブラシ、カミソリ。こちらには、コットンとヘアゴムが入ってました。で、こちら、浴槽なんですけど、この離れにはですね、全然似合わない浴槽があります。なんかすごいですね。セレブみたいな浴槽です。大正レトロのような、感じの、空間ですね。これがシャワーなんですかね。すごい、こんなん初めて見ました。蛇口が3つあります。水で、こちらお湯。
でこれがシャワーですね。はい。いや面白いですね。なんでこの浴槽を置こうと思ったんでしょうか。なんか突っ込みたいところはいろいろあるんですけど、露天風呂の方見に行きたいと思います。いや広いな、それにしても。この玄関入ってすぐ左側にあるのがですね、露天風呂です。はい。こちら脱衣所ですね。バースタオル4枚とフェイスタオル4枚置いてます。すっごくね、低い扉があるんですけど、この扉の向こうが露天風呂ですね。この高さはね、120センチぐらいしかないです。でもこの狭い入り口がまたワクワクします。こうか。はい。よいしょ。うわ。すごい。この露天風呂が今日は独り占めできます。うわー、これは贅沢で、こちらにもシャワーがありますね。ボディーソープとかシャンプーとかあるんで、こちらで体を洗うこともできるみたいですね。温泉のいい香りがしてます。でこちらの温泉の泉質はですね、天然ラジウム泉ですね。放射能泉で、いわゆるラドン泉です。ラドンを含む温泉なんで、体をね、芯から温める作用があります。刺激が比較的優しくて入りやすいタイプの温泉です。で、泉温の方が 16.5 度なんで、冷光泉ですね。加温してある温泉で、湧出量が、毎分 37.5 リットル。pH 値が 6.42 です。こちらが館内になるんですけど、結構シンプルですね。玄関入って、すぐこの正面にフロントと売店。で、すぐ隣にですね、いろりの間。で、右手には大広間、こちら食事会場ですね。で、こちら客室が2部屋あって、で、こちらにはロビー。談話室って言ってたのが、ロビーみたいですね。で、あと客室が3つあって、その奥が男女別の大浴場ですね。で、こちらが今泊まっている別館です。2階は全て客室になります。それではね、お風呂に入りたいと思います。よいしょ。すごくちょうどいい温度です。いや、たまりません。すぐ目の前は川が流れてて、ライトがあるんで、夜になったらもしかしたらこっちに向かってね、ライトアップするんだと思います。また夜ね、ライトアップするか見てみたいと思います。42度と、40.8 度って示してあります。浴槽もですね、めちゃくちゃ広いです。2人で入ってもめちゃくちゃ広いです。気持ちよかったです。で、ちょっと喉乾いたんで飲み物いただきます。ウーロン茶。川を眺めながらゆっくりします。いただきます。一口で終わりました。大阪なんですけど、自然に囲まれた中でゆっくり過ごせるのはいいですね。外もね、だいぶ日が暮れてきました。夕食の時間になったんですけど、部屋食になります。お品書きがないんで、何が何かわからないんですけど、こちらアワビですね。タケノコを牛肉で巻いたものだそうです。いただきます。こちら食前酒であんずだそうです。じゃあいただきます。アルコールはきつめですね。飲みやすいといえば飲みやすいです。甘子か岩菜か何かわかんないですけど、いただきます。南蛮漬けみたいな味です。こちらタケノコ牛肉で巻いたものです。いただきます。めっちゃうまい。タケノコの食感がたまりません。肉の旨味がね、すごくあります。こちらホタルイカの沖漬けですね。
あ、美味しい。あ、お米欲しくなる。うん。こちら、アワビですね。小ぶりのアワビなんですけどね、小さい割に身が分厚いです。甘辛く煮つけてあって、すごくね、美味しいですね。タケノコの形してて、すごく可愛いですね。で、こちら、これは何でしょう。タケノコの皮が入っています。これはタケノコっぽいですね。あ、タケノコです。ちょっとね、味の表現がすごく難しいです。カツオの出汁が効いてるような感じはあるんですけど、イカとタケノコと、あと何やろこれ。なんかフキノトウみたいな食感ですね。ちょっと何かわかんないですけど、すごく美味しいです。それぞれね、食感を楽しめます。次のお料理が来ました。こちらが、タケノコまんじゅうと白魚の黄身揚げっていうのが入っています。あとこちら、お刺身ですね。マグロ、タイ。で、これ鳥貝ですかね。まず中トロですね。醤油がね、弾くぐらい脂が乗ってます。すごく脂乗ってるんですけど、しつこくないですね。美味しすぎる。ああ、すごくあっさりしてる。こちら、桜マスの吹き味噌です。で、こちらに可愛いね、サワガニが乗ってます。こちらのサワガニもそのままいただけるそうです。すごい脂乗ってる。すごく脂が乗ってて美味しいですね。皮がね、パリパリなんですよね。骨も抜いてくれてるんで、すごく食べやすいですね。こちらの気になるサワガニですね。揚げてるんではなくて、なんか蒸してる感じはするんですけど、いただきます。揚げているサワガニと全然食感が違います。カニの風味がすごいですね。こちら、河内ガモですね。はい。松原の方で育てているみたいです。あ、ローストビーフみたいな感じ。肉の味がしっかりしてるね。別にその癖とかは全くないんですけど。癖ないね。次のお料理が来たんですけど、こちら酢の物だそうです。レンコン、エビ、平貝とか平木貝っていう、貝ですかね。おしゃれですね。赤貝が隠れてました。で、これは何のソースなんでしょうか。ちょっといただいてみます。きゅうりの酢漬けを食感がね、残る程度に細かくみじん切りしています。すごく不思議な食感ですね。食べてる間に、じゃお米とお味噌汁で漬物が来ました。お米もたくさんありますね。お料理はこれが最後で、あとデザートが来ます。いただきます。まあ不思議な食感ですね。この貝の周りが酢で締まってて、なんか火を通したみたいな感じになっていて、中は生の食感ですね。味はね、やっぱり酢の物なんでお酢の味が強いんですけど、この食感を楽しむっていうような感じですね。尻尾もトリミングしてて美しいですね。しじみともずくが入ってます。うわ、うまっ。こちら最後デザートです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。お腹いっぱいにはなったんですけど、おかずの量はね、少ないのかなと感じました。まあ、ご飯おかわりできるんで、お腹いっぱいにはなるんですけど、2人で2000円ぐらい経つと、しゃぶしゃぶコースとかあったんですけど、今回はね、こういう渋いお部屋に泊まるということで、しゃぶしゃぶじゃなくてね、このスタンダードの創作料理の方にしました。露天風呂に入ったり、あと部屋でゴロゴロして、今日は、ゆっくり時間を過ごしたいと思います。夜は結構冷えますね。体が冷えてきたんで、お風呂に入ります。寒い。山間部なんで、めちゃくちゃ寒いです。で、ですね、こちら、ライトアップしてますね。夜でも川が見えます。よいしょ。体が冷えても
こうやってすぐに温泉に入れるのは本当にいいですよね。寒いですかね。部屋寒いよね。でもこうやってすぐ温まれるからいいな。おはようございます。朝になりました。それではね、温泉に入りたいと思います。おお、寒い。よいしょ。よいしょ。わあ、めっちゃいい天気になりました。はい、朝食が来ました。こちらが朝食です。おい、なんで勝手に帰んねん。鮭ちっちゃいよね。鮭の切り身がちっちゃいからって勝手に交換されました。で倍ぐらいちゃうやん。ね、大きいね。大きいな、大きいなちゃうね。いただきまーす。いただきます。うん。あ、うまい。筑前煮食べた。うん。うん。何これめっちゃ硬いやん。焼き海苔か。寒くなってきた。なんで半袖。山間部なんで朝晩冷えますね。朝さ、温泉入るときめっちゃ寒なかった。めっちゃ寒かった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだ8時半なんでね、もう少し、部屋でゆっくりしてから、チェックアウトしたいと思います。朝ごはんも食べて温泉にも入ってきました。もうそろそろチェックアウトするんですけど、こちらの気になるお値段の方ですね。南天園の露天風呂付きの特別室になります。1泊2食付き大人2名で12万8700円でした。割引があって12万8700円なんですけど、割引がなかったら14万3000円になります。特別室で露天風呂もついているので、なかなかいいお値段でした。本館の客室の方だったらだいたい5万円から6万円ぐらいになります。個人的に気になった点なんですけど、安いお値段じゃないんで、もう少し食事の量も多かったらよかったなと思いました。駐車場の前にプールがあるんですけど、夏の季節はね、プールも無料で入ることができます。このお部屋は利用できるかわからないんですけど、日帰りでお部屋を利用することができます。この大阪でも自然の中で温泉とこの静かな時間を楽しめるので、気になった方はチェックしてみてください。はい、それではチェックアウトします。あとですね、こちら大阪なので、入湯税以外にですね、宿泊税がかかります。よし。めちゃくちゃいい天気ですね。せっかくなんでね、八重桜見て帰りたいと思います。よし。こちらが駅なんですけど、もうすぐそこですね。お客さんがね、結構行ってます。有名な場所なんでしょうか。
はい、めちゃくちゃ綺麗でした。なんかテレビでやってたみたいで、お客さんがねたくさん来ています。それでは次の目的地に向かいます。